こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー、じゃん。大量の平貝ってことでね。それではこちらをさばいていく。今日は市場の方に行きまして、貝を仕入れてきました。これですよ、大量の平貝。これちょっと高いですか、やっぱ金谷さん。いや、向こうシーズン一番高い。一番高いんだ。ただ、ない高。品物が良くて高いじゃなくて、そうなんですね。なくて高いだけ。じゃあこれパンクでもまあ貝柱が腐ってるわけじゃないですか。ああ、まだ生きてるよ。弱いだけで。まあ、水槽で活かせれるか活かせれないかみたいな。だからその生かしには向かん。なるほど、早く使うタイプ。わかりました。じゃああれやって。こちらですね。この貝がですね、平貝という貝でして、ものすごい大きいですよね。僕の住んでる地域ではものすごく取れる貝です。めちゃくちゃうまいんですよ。でも結構いい値段します。今日僕はあえてこのパンクってやつを買ってみました。これパンクって何かというと、こういうふうに割れちゃったりだとかして水槽で生かすにはちょっと生きないんだけど、すぐに剥いて使うんだったらもう普通のものと変わらないよねみたいな、アウトレット品みたいなものですね。これ普通に今日競りでもね1枚1000円以上してました。でちょっとパンクだとちょっとだけ安いという感じで買ってきました。ロットがロットなんで、今日たくさん買いましたけど、従業員さんもたくさんいるんで今、配ったりだとかして食べたいなと思います。じゃあまず剥いていきましょうか。平貝をめくるときはですね、ここです。このてっぺんのところが空いてますので、ここから包丁を入れていきます。包丁というかこういうね、ケーキのクリームを塗るナイフ、これでやるのが一番めくりやすい。でここら辺に貝柱がありますんで、こう反らせてこうですね。はい、こうなっております。でここが貝柱で、ここが貝紐。まずは紐を外します。貝柱が片方ついた状態でこうやって外すと外しやすい。出ました、隠れエビ。よくいますよね。正直ちょっとちっちゃいですね、これは。こういうのもやっぱ開けてみないとわからないですね。なんで僕がよく行く柳橋の市場とかは、こういう片貝開けた状態で売られてますよね。それはものすごく良心的だなと思いました。ガチャ要素の強い貝です。次はさっきより一回り小さいサイズ、大きいサイズが貝柱このぐらいってことは、こっちの方が貝柱は小さいはずなんですよね。お、なんかこっちの貝柱の方が美味しそうですよ。ちょっと失敗しちゃった。ほら、なんかこっちの方が白っぽくて美味しそう。大きさも一緒ですね。殻の大きさはこんなに違うのに。なんで殻の大きさが全てっていうわけでもないんですね。どんどん剥いていきますね。平貝はね、こう貝殻が鋭利なんで、もうすごく気をつけてください。おお、めっちゃ元気だ。これね、隠れエビは今はいないんですけど、食べちゃったタイの大好物でね、よく食べてました。これも綺麗だな。意外と小さめのやつの方が綺麗ですね。で韓国とかの市場行くと、この貝柱の状態で紐でくっついて一紐いくらで売られてましたね。意外と小せえなあ。これめちゃくちゃ重たい。何これ。これ期待できますよ。いきます。重いからといって貝柱がでかいわけじゃなかったです。水をたっぷり含んでただけでしたね。だから重さで判別も難しいわけだ。難しいですね。多いなぁ。めちゃくちゃ多い。でこれ口がちょっと開いてて油断してるやつはすごくさばきやすいんですけど、カッチカチに締まってるやつは大変難しい。こういうやつは楽ですわ。これでかいな。いいな。でもなんか平貝は真夏じゃなくてもうちょっと春先の方がいいですね。6月ぐらいが一番良かったかな。はい、ではこんな感じに剥き終わりましたと。こう並ぶと圧巻ですね。でここに入りきらなかった分が3つあるんで25個入ってましたね。あんなに大量の貝ですけど、むき身にしたらもうこんなもんなんですね。平貝は可食部が少ない。よし、じゃあ作っていきましょう。
そしたら今日はこちらの平らぎを使って平らぎの薄作り作っていきたいなと思います。そしてもう一品、平らぎの梅磯辺揚げを作っていきたいなと思います。平らぎと海苔の相性って抜群なんですよ。めっちゃうまいんです。で、私こうやって梅干しもねちょっと趣味で干してるんで、この干したての梅干しを使って梅磯辺揚げ作っていきたいなと思います。じゃあまずは薄作りを作っていきましょう。で、薄作りは2種類、1種類は普通に、でもう1種類は漬けて、でちょっと炙ってやっていきたいなと思います。で、薄作りを作る前に平らぎの贅沢な食べ方があるんですよ。これ貝好きの方はもう人生1回もやってほしい。平らぎ大体店で買うと1000円から1500円ぐらいなんですけど、1500円でこの幸せが味わえるんだっていう食べ方します。まずはわさびを、チューブでも全然いいです。そしてお醤油、今回煮切り醤油作っておきました。そしたら平ら貝を1つ、ここらへんで、ここの白いところ、ここも食べられるんですけどちょっと硬いので今回外します。で、薄皮が残ってる場合は薄皮を取る。はい、これですね。で、ここにわさびを乗っけて、でお醤油たっぷりつけて、これをいただきます。うまっ。正直この食べ方が一番うまいです。で、白いとこは白いとこで食べるとうまいな。本当はこれで動画締めてもいいぐらいです。いや、平ら貝は本当かぶりつき食いがね一番うまいですが、今日はお刺身でも切っていきますね。先ほどと同様、まずはこういう薄皮を取ります。そしたらですね、縦に切って繊維に逆らわずに切っていくとシャクシャク食感が残るお刺身になります。で、繊維を逆らってこういう風に丸で切っていくと滑らかでマイルドなお刺身になります。お寿司とかはもう絶対こっちで切った方がいいと思います。お刺身の場合ね、繊維に逆らわずに切ったりする方もいますね。まあその日の気分なんですけど、今日は僕はこういう風にこう切りますね。この形でこうです。こうで、お寿司で握る場合はここに切れ込み入れます。こう切れ込み入れないとこうね曲がんないんですよ。うまいこと握れないんです。こういう風に曲がんないんですよね。握りにしてもピョーンとなっちゃうんです。でもこうやって切れ込み入れるとしっかりお寿司に抱きついてくれます。で、結構ね弾力のある刺身なんで、ホタテみたいに一立ちでいこうと思うとちょっと難しい。こうですね。こういう風に切っていきます。はい。そしたらお皿に盛っていきます。はい、1枚でこのぐらい。どんどん切って盛り付けていきます。はい、1周回りました。これで3個分ですね。で、次は漬けですね。漬けも同じように切っていきます。切ったら器へ。そしたら漬け醤油を入れていきます。これのレシピが醤油が3、みりんが1、お酒が1、昆布とカツオが入ってます。結構甘めに仕上げてます。これをしっかり漬けていくと。冷蔵庫で20分ぐらい漬けていきます。その間に梅ソースを作っていきましょう。梅干しを2つ。そしたら梅肉を叩いていきます。まだ出来たてなんでかなりフレッシュな梅干しですね。塩分濃度 25% ぐらいで作ったんで結構しょっぱいですね。こういうおばあちゃん家で出てくるような梅干しが好きなんだよな。はい、そしたら梅肉を容器に入れて、みりん少し、お酒も同量少しで、あと白だしを、なんだ何これ、ちょっと待って、なんか変な現象が起こってるんですけど、これわかりますか？なんか動き出した。ほらほら、ブーって動きました。何これ。酒とみりんがなんか化学反応みたいなの起こってるわ。まあそんなの気にせず、ちょこっと白だし入れます。ほんのちょこっとで伸ばしてあげます。これで梅肉ソースの完成。
うまい。そしたら磯辺揚げに使う平貝切っていきます。ちょっと太めに切ります。このぐらい、半分ぐらいに切って、で大葉を挟んで、でここに先ほどの梅肉ソースをのせて、でさらに大葉で挟んで、で平貝で挟むと、こんな感じです。でここに海苔をくるっと巻いて、ちょこっとやっぱ片栗粉は塗った方がいいと思うんですよね。軽く湿らしたらここに片栗粉をつけていく。どうしよう。やばいやばい。やばい。よし、いいでしょう。これで揚げたらどうなるんだろう。完璧なる創作料理です。はい、そしたらこちらを揚げていきます。カラッとちょっと半レアぐらいで仕上げていきます。よし、OK。はい、できました。おー、いい感じ。そしたら切っていきますよ。こちら。おお、めちゃうまそう。いい火入れですね。もう半分ぐらいに切りましょうか。あ、やべやべ。よし、 OK。 はい、これで平貝の磯辺揚げの完成。はい、そしたらよーく浸かりました。でこちらを軽く炙っていきます。炙る前にお醤油の水分を軽く拭き取っておきます。これ拭き取んないと綺麗に焼き目がつかないんですよね。あー、いい匂い。そしたらこちらに盛り付けていくと、多分足りると思うけどな、枚数。うわー、ちょっと足りないかもしれねえな。やべえ、足りないわ。もうあとちょっとさばいておくべきだった。これあと3枚足りなかった。魔法を使います。そしたらここにさらに乗せていくと、こういう形で。はい、そしたら真ん中に菊の花をポンと乗せて、ちょこっと青柚子を振りかけて香り付け。こちら平貝の薄作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。いいですね。こちら平貝の薄作り盛り、こんなの見たことねえ。大体平貝って頼むと大きなあの殻を器に見立てて提供されることが多いですけど、もう今回は貝柱だけ、それをお皿に盛るとこんな感じになります。これ多分ね5個とか6個分とかです。では、いただきます。じゃあまずこの磯辺揚げいただきましょうか。こちらいただきます。あ、うんまっ。平貝の甘みとこの梅の酸味めちゃくちゃ合う。でこの海苔の風味があることにより、より平貝の味が際立ちますよね。もう少し薄く切ってもよかったかなとは思いました。でもうまい。この梅肉最高。自家製梅うまっ。うわ、おいしい。これでもお刺身をいただきましょう。まずは本わさび。この貝類こそこのわさびを美味しいわさびで食べていただきたい。もう全然違います。もうくどいようにこれはもう動画上言いますけど、このわさび芋はわさび芋っていう薬味だと思ってください。もうわさびじゃないです。わさび芋。わさびっていうとチューブのわさびとかね、粉わさびとか連想しますけど、これはもうあれとは別の薬味です。そのくらい美味しい。でわさび芋とこちら平貝を一緒に醤油につけていただきます。うんまっ。うわー、青柚子がめちゃくちゃいい。次、漬け。漬けうまいな。炙ると甘みが増すんですよ、この貝は。ほんでこの香ばしさがまたいい。うんめ、最高ですね。はい、ということで今日はこちらの平貝のお作りときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。イエス。よっしゃー。手が凍りそうなぐらい冷たい銀色のやつとなっております。夏は銀色ですよね。はい、こちら綺麗なまでの7対3いただきます。うわー、めっ
吸い込んだ。それでゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は大量の平貝を買ってお刺身、そして磯辺揚げ作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。あの貝は大好きで、平貝はもうほとんどの場合手掘りで取られてるんですよ。あれ網とかだとね取れるかもしんないんですけど、取りにくいんですよね。海底にズボって埋まってるように生息してるんですよ。で、埋まってるだけだったらいいんですけど、なんかね、先っぽの方にね、ヒゲみたいなやつがついてて、そのヒゲがすごいこう、砂の中でしっかりこう固定されてて、なかなか抜けないんですよ。なんで、潜って専用の器具で、こう、一枚一枚手掘りで漁師さんが取ってくれてるね、そういうありがたい貝なんですよ。やっぱ本当に美味しい。で、あの貝は時期によってものすごく貝柱の大小あります。正直4月、5月、6月、ここら辺が貝柱の大きさが安定する時期かなと思います。もう多分7月、8月ぐらいになったら、割と今日みたいにちょっとちっちゃいなっていうのとか、ちょっと黒っぽいなっていうのも混じりやすくなりますね。取れるところにもよると思うんですけどね。今年ね、本当に貝が高い。びっくりする。ホタテなんか特にびっくりしますね。倍の値段になってます。ホタテの稚魚が暑さで死んでしまうんですかね。で、漁師さんも今日言ってましたけど、海の水温が34度とかなんですって。34度ですよ。生き物が生息できる温度じゃないんですって。なんでもう本当に市場もね、夏枯れ状態でお魚ないですね。今から僕もお魚屋さんやる身としてはね、夏は大変だなと思いましたね。まあでも平貝はとっても美味しかった。皆さんも気になった方はぜひ平貝食べてみてくださいね。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。